枝側がキッとなった。足が一度ほどける。下の暗がりで犬が一度だけ低く吠えた。私は見ない。私は匂いで進む。私にとって匂いは道だ。今夜の目標は2つ。1つ目、夜明けまでに胃の中身を7割まで満たすこと。2つ目、日の出前に巣へ戻ること。この2つが揃えば、私は今日を超えられる。私はレッサーパンダ。丸い耳、赤い毛、和の王。そう説明されがちだが、私を一番正確に表すのは匂いの地図だ。空気に溶けた無数の気配が私の世界に等高線を描く。私はその上を歩く。住処は山の斜面。風が通り過ぎない下側の帯を選ぶ。そこには竹の下層が厚い。竹は私の主食だ。私は肉食の体の作りで草を食べる。消化がうまいとは言えない。だから私は時間で補う。長く食べ、余計に動かない。これが私のやり方だ。今、体温は 36.2 度。少しずつ上がると、唾の粘りが変わる。粘りが増すほど葉を噛み切りやすくなる。体温が 36.6 度に近づく頃、噛む速度は目に見えて上がる。温度、唾液、噛み切る速度。単純でよく効く連結だ。匂いの地図はそうになっている。新しい葉の匂いは甘くて軽い。古い葉は青くて重い。枝がかすかにきしむなら、その葉はまだ水を吸い上げている。私は鼻先で葉の縁はなぞり、舌で集めた匂いの液を口の奥へ送る。口外の奥にある除鼻器がそれを読み解く。それで十分。目に頼らなくても私は場所を決められる。私は足裏の線で地面や枝に薄い印を残す。人にはほとんど匂わないが、私には確かな見出しだ。後で舌でなぞれば、昨日の私と今日の私がつながる。視力より確かな瞬間がある。空腹はやがて音になる。腹の前動が枝へ伝わり、握った足裏が一瞬だけ緩む。昨夜、風下から犬の匂いが割り込んだ。歯が触れ合った後の鉄のような匂いが薄く長く残っていた。私にはそれが警報に聞こえる。予定より早く高い枝へ退避し、食べるリズムが崩れた。今夜の私が慎重なのはそのせいだ。ここで私の道具を一つ紹介する。6本目の指。手首の脇にある小さな骨の突起だ。本物の親指ではないが、私はそれで竹の束をつかむ。同じ突起は枝にぶら下がる視点にもなる。一つの道具、二つの役目。だから無駄な力を使わない角度が体に染みつく。食べる場面では数字は一つに集中すればいい。私は胃の充填率だけを見ている。今は 53%。葉を選び、噛み、飲み込む。体温は 36.4 度へ。唾はよく伸びる。切れ目は浅くて済む。私は葉脈の走りを見ずに、匂いの密度で次の一口を決める。私の地図は甘さで線が濃くなる。私は普段一人で動く。けれど季節が合う時だけ、他の個体の波形が重なる。足裏の印の頻度が大きくなり、尿の匂いに合図の粒が混ざる。ピー、トゥー。短く高い声で私は距離を測る。それ以上は近づかない。近づきすぎないことが敬意だからだ。素材の匂いに自分の体の匂いを薄く重ね、温度の安定する空洞を選ぶ。私は短い負担も知っている。子が落ちた朝、巣の温度は急に冷える。私はそれを忘れない。森が切れて斜面に道が通ると、匂いの地図は破線になる。舗装は夜でも熱を残す。その熱が多分風の筋を少し曲げる。風が曲がれば匂いの道も曲がる。人の犬が通れば吠え声が残り、時々病気の粒も運ばれる。私は原因をすべては知らない。
けれど結果はわかる。静けさの後、仲間の匂いが止まることがある。夜が深みへ向かう。私の胃は6割を超えた。ここからは無駄な一歩を削る段階だ。最短距離は速いが、危険が高い。遠回りは安全だが、上りで消費が増える。私は3つ目の道を取る。冷たい空気の筋だ。冷たいところは捕食者の匂いが滞りにくい。枝から枝へ、温度の低い足場だけを渡す。私は匂いと温度で地形を最適化する。この選び方が今夜の第一の山を越えさせる。葉をさらに数十枚、噛む飲むのリズムは崩れない。体温は 36.6 度に達し、唾の糸は切れにくい。胃の数字は 78%。私は目標に届いたと判断する。犬の匂いは薄れ、風は安定している。ここで私は巣の方角へ体を向け直す。帰るべき線が匂いの地図に浮かび上がる。結末から言おう。私は無事に巣へ戻った。尾で顔を覆って眠る。顔は熱の出入り口だ。塞ぐと体が落ち着く。私はその知恵を覚えている。今夜の犯人は一人ではない。犬の匂い、斜面で切れた竹の帯、夜に残った道路の熱、そして私の消化の下手さ、いくつかが重なり、難しい夜になった。でも私は足裏の印で昨日の自分につながり、6本目の指で枝の角度を思い出し、匂いの地図で巣の線をたどり直した。それで十分だった。最後に、一つだけ誤解をほどきたい。私は見た目が可愛い動物というだけではない。私は匂いで世界を計算する動物だ。竹しか食べないのではない。竹を中心に食べる。得意ではない消化を時間で補って生きる。体は木登りに合い、指は竹にも枝にも使う。森は私のために止まらない。私も森のために止まらない。あなたが私を見るとき、どうか目だけに頼らないでほしい。匂いの地図に少しだけ想像の手を伸ばしてほしい。夜は薄くなり、風は山の向こうへ抜けていく。私は短い眠りに落ち、次の地図がまた始まる。